To those who know Japanese mythology, the Seto Inland Sea reminds you of a scene where the heavenly gods create millions of islands in one splash of ink. The sea sprinkled with small isles is the most serene and peaceful of all the seas surrounding Japan. But peaceful means the economy too is inert. What these islands are actually facing now is far from peaceful. 10 years ago, Toyo Ito landed on one of these islands, Omishima, to design a small museum. Today, he's engaged in increasing parts of the island, stretching beyond the conventional practice of an architect, claiming to undo the modernization that cast a dark shadow over the island. But why would an architect do so? For the past 40 years, Ito has a history of sounding an alarm to the architectural community at times of crisis in Japan. Not only that, he has also reviewed his own way of thinking several times in an attempt to push the limits of the profession. So, are the long distance trips he's making now to this island his latest attempt to make a fundamental break? We visited him at the museum on one of his latest visits to the island to find out. このミュージアムがオープンしたのが2011年。そして、この年は、東日本大震災もあったんですけれども、気を同じくして東京でも伊藤建築塾という私塾を立ち上げました。ですから、そのことが全部オーバーラップしていて、で、その立ち上がったばかりの塾の塾生たち、若い、当初は建築家が多かったんですけれども、そういう人たちと一緒に、オープンしたばかりのこのミュージアムに来て合宿を始めたんですね。で来てみると確かにここは本当に、東京では考えられないような静かで心が和む島なので、僕も次第にここに来るようになって、で、ここで何かその、できないだろうか、何ができないだろうかっていうことは、ちょうどその頃3.11の東日本大震災の後東北に通っていて、結局そこで僕ができたことはみんなの家を作ることだけだった。で、いろんな亡くなってしまった津波で亡くなってしまった町に対していろんな提案ができると思っていたんですけれども、いざ復興計画になったらもう全て僕らの提案は拒否をされて、全てその近代的な手法によって、復興計画が行われて、僕らはもっとその魅力的な街ができると思っていたのに、そのことが一切できなかった。で唯一できたのが、みんなの家という小さなプロジェクトだったんですけれども、そこでその大三島に来てその東北ではできなかったことをもう一度こういう平和な場所で、なんか考えてみたいなと思って僕も通うようになりました。そこでまず最初に参道でみんなの家を空き家を借りて、みんなの家を作ろうということで、これも塾生の人たちが週末には通って床を張り直したり壁を塗り直したりしてくれて、なんとか使えるようになって、2年ぐらいかかりましたけれど、で今カフェとしてあるいは夜はワインが飲めるバルとして、島の人たちも少しずつ認知してやってきてくれるようになりましたね。自治体からも何も拘束はされないけれども、何事も別に
依頼もされないというまあ非常に静かな関係、その中でものを考えられるというのはまあ僕にとっても、あるいは自分の若い人たちにとってもまあ平和なことであるわけですね。非常になんかある意味純粋にものを考えられる、まあそういうことによってここへ次第に足しげく通うようになったと言えると思います。そしてまあそこで、まあこんなことはあり得るんじゃないだろうかというような、まあ島の将来像みたいなことをイメージしていると、まあそれが次第にこう自分の考えてきた明日の、まあ、ライフスタイルとか、あるいは明日の、日本の社会のあるべき姿とか、そういうことに少しずつこう結ばれていくような、そんな気がしてきましたね。まあこの島にやってきて、ただ島で建築を作るわけでもないし、それからまあ町づくりとか島づくりといっても何か僕らができるわけでもなくて、本当にまあ空き家をなんか改装してみんなの家にするぐらいのことしかできなかったんですけれども、まあそれでもまあ考え始めると、もう少し公民館だってもうちょっとなんか楽しい公民館になるでしょうとか、この寂れきっている参道だってもう少し人がやってくるような参道にはできるんじゃないだろうかと。大資本はまだここに入ってくる気配はないですし、まあ土木工事も行われるような物件は全くないですし、まあせいぜい新しい建築といえば今計画しているオーベルジュ、これはまあ12室ぐらいの小さな宿泊施設ですけれども、まあそれは今我々のところで設計してますが早ければ来年にはオープンできると。なんでそのことやるのと、お前のようにあんななんか海外でもまあ非常になんていうんですかね、主張の強い建築を作ってきた人間がどうしてこんな田舎へ行って、建築にほとんどなっていかないようなことをやってんのっていうようなまあコメントは随分ありましたね。ただまあ東京なんかを見ていると、もうその近代主義の思想と、それから何ですかね、今のグローバルな経済システムとが完全に一つのに重なってしまって、そこでできてくる建築というのはまあそのグローバル経済という今やまあバーチャルな目に見えない経済のそのサーキュレーション、それを可視化する装置になってしまっているような気がするんですね、建築は。でまあそこで自分が考える建築というのはもう何の意味もないなと。そうするとじゃあ自分は一体、何をこれから建築として考えるべきか。どうしてもその建築、今までの公共建築を考え続けている限り、まあ今の社会のその枠組みの中でしかまあ思考できないというもどかしさはずっとあったわけですけれども、まあそういうとこから一回外れてみんなの家やったり、まあこの島に来て何かを考えるっていうことは、そういうことからは完全にフリーですから、まあそこでもう一回まあ体制を立て直すと言ったらいいでしょうかね。まあそういうことはあり得るだろうなと思ってます。本当にもう小さなものを組み合わせながら、少しずつ何か変わっていく
たくさんの人が一度に来られたらもうお手上げというより、というそういうことが起こりようもないようなところで何かが少しずつ進行していくっていうことが楽しみといえば楽しみですね。今まではその近代主義思想の中ではそういう大衆迎合というそういうところからろくなものは生まれないということを言われてきたわけですけれども、時代はかなり変わってきていて、もはやそうやってその個人のオリジナリティ、あるいはクリエイティビティと言われるようなそういうところに欠けるような建築というのはもはやあまり意味を持たない存在になりつつあるんじゃないだろうかと。そういうところでの建築家っていうのは一見クリエイティブな建築家のように思われるけれども、実はその背後のグローバルな経済システムの中で踊らされているだけではないかということが見えてしまったという気がしますね。今までもう建築始めてからこの方建築を考えるってことは都市を考えることだとずっと思ってきました。今でもほとんどの建築家はそうだろうと思います。大学に行っても大学での課題っていうのはほとんどが都市を土台にした建築のテーマが与えられていると思いますけれども、その都市とは違う方向へ向かった建築があるんだなっていうのは本当に震災後に初めて考え始めましたね。我々が教わってきたり、あるいは経験してきた20世紀的な、あるいは近代主義的な、建築が終わりを告げて、その先にある建築をどんな建築があり得るのかを模索しているという、そういう時代になっているんだと、そういうことを建築家がもっともっと自覚しなくてはいけないなと、思います。